先日、日本テレビ、鉄腕ダッシュをですね、降板した元ジャニーズの国分太一さんでございますが、人権救済を、申し立てられたということで、いきなりヒアリングを受けて、内容に対して、納得いかないというか、セクハラ的なことをしたことは認めるんだけれど、どのセクハラが問題になってるのかわかんねえみたいな、その答え合わせをしたいなんて言ってたんですけれども、相当いろんなことをしてたんでしょうかね。答え合わせがしたいっていうのもなんかちょっと変な話だと思うんですけれども、確かに刑事事件とかにはなっていないので、裁判みたいな形で何が悪いのか教えてくれみたいな形の刑事処分的なことは行われないし、そもそも強制捜査権限を持ってない人たちが、ヒアリングをしてるわけですから、本当にどっからどこまで自分が悪いのかわかんねえ。それが、その上で、芸能活動、特にテレビを中心とした芸能活動をやってるんで、もう復帰できないみたいな。松本人志さんとかですね、それに巻き込まれたスピードワゴンの小沢さんとかですね、そんな感じの状況になっちゃってしまっているということで、まず、復帰できねえと。当分復帰はできねえだろうと。そもそも復帰できるかどうかも怪しいと。しかもですね、人気のテレビ番組みたいなもので、TOKIOとしてですね、やってたっていうこともあって、そもそも日本テレビに復帰するのもなかなか難しいでしょうと。ちらほらといろんなところからですね、いつもセクハラ発言をしてたと。彼氏と最近いつしたのとかですね、そういった系の下ネタは常に言ってたみたいな話とかもあったりとかして、西丹クリニックの西村社長が言ってましたけど、元ジャニーズで事務所に守られてただけでしょうと。散々調子に乗っていろんなことやってきたんじゃねえのと。それが今の基準でセクハラになったからどうのこうのとか、そういう話ではなくて、今までそもそもテレビ局と、芸能事務所の蜜月の関係、そしてジャニー喜多川さんっていう重しがあったからこそ、みんなそれにビビって、所属タレントが、セクハラとか、パワハラとか、今ジャニーズにタレントに逆らってもお前が潰されるだけだぞと。立場は弱いですね。AD さんとかですね、スタッフさん、そういった人たちが、嫌な目にあったとしても、とても言えるような状況ではなかったと。握りつぶされる。こういうね、芸能界とかですね、テレビ局のような派手な、業界が好きで、エンタメが好きで、そういったところでやってた人たちは泣き寝入りをしてたと。それが、ジャニー喜多川さんが死んで、ジャニーさんの過去の悪事が暴かれて、見過ごされてきたというか、みんながスルーしてきたみたいなところも多分あるんでしょうが、相当ひどいことをやってたことがもう明らかになって、ジャニーズ買いたいみたいな感じになっている現状なわけですけれども、時代の変化、これまでジャニーズとテレビ局に忖度をしてみんなが不祥事をもみ消したりとか、忖度してたことをそのノリで今もやっちゃってたっていう多分、あとちょっと前のことも言われちゃってしまっているっていう。周りの人たちもそうやってカミングアウトしても国分さんに嫌なことされたんですけどって言ってもいい雰囲気になってきてるってことですよね。実際中居正広さんの件もね、一人の告発から始まってるわけですから、そういった意味で嫌なこと、今まではこれ、だから要は感覚が古いって話ですね。今まで自分はジャニーズの所属タレントだったから、見過ごされてきたというか見逃されてきたんだけど、もう今、ジャニー喜多川さんもいないし、ジャニーズって名前もなくなっちゃって、むしろ風当たりが強くなってる。テレビ局もジャニーズに対して忖度もしないし、ジャニーズだろうが何だろうが、そういうコンプラ違反みたいなのが出てくると、日本テレビもね、上場企業ですから、フジテレビみたいにですね、本当存亡の危機に立たされるみたいなことだって十分あり得るんで、なので、過剰なくらいにコンプラ厳しくなってる。その時代に多分中井さんも国分さんも気づいてなかった。裸の王様になってたとも言えるかもしれません。というのが、今回の事件の本質なんではないでしょうか。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。